ごきげんよう、世界史の時間です。なんて感じで毎回配信していますが、今回はちょっと趣向を凝らしまして、凝らしてはいないな、変えてみまして、初の顔出しチャレンジ、ついにやっちまいました。というのも、今回50話目なんですね。霧のいいところというか、おかげさまをもちまして、皆さん視聴者様のおかげで、50話目までずっと続けることができました。本当にその感謝の意というのを込めて、改めて顔出し、さらけ出すっていうんですか、恥をさらけ出す感じで、顔出してみました。最初、1話目ですね。1話目を配信したのが、ちょうど1年くらい前です。2020年の1月19日でした。で、今回この50話目を配信するのが、2021年2月の1日です。まだ配信できるかどうかわかんないですけどね。これを撮影しているのがということです。いうわけで、顔出しとは全く相入れない構造の動画なので、どうやって顔出そうか。いつか出そうかと思っていたんだけどね。いい機会だから出してみました。いうわけで、早速本題に入りたいとは思うんですが、これからもちょこちょこ機会があったら、というか、霧のいいところ、60話目とか70話目とかね、あとはローマ共和制終わって停戦に入ったとかね、いうような、何か霧のいいところでまたこうやって顔出しして恥をさらけ出そうと思っております。いうわけで、交互期待。じゃなくて、そろそろ本題に入りましょう。というわけで50話目いきましょう。第一次ポエニ戦争。決着つかず。というわけでアフリカ戦線です。はい、前回、海での戦いのデビューを果たしたローマですが、残念ながら1回戦目はカルタゴに負けてしまいました。リーパリ諸島沖の戦いですね。カルタゴの方が海での戦いでは超上手です。ローマは陸でばっかり戦っていたからね、そういった意味では。デビュー戦だったから負けてもしょうがないんだけれども、そこでローマは考えたわけです。上手のカルタゴと対等に戦うために、新兵器を開発した。それがコルース、カラス装置ってやつで、これが功を奏して、この後数回、ローマは勝ちを上げていくわけですね。連勝していきます。そんな中で調子に乗ったローマ、一気にカルタゴ本国を倒してしまおうというわけで、いわゆる言えてねえな、北アフリカ上陸作戦を敢行することになります。わずか2年足らずで330隻もの軍艦を建造しちゃうんだね。司令官はコンスルのアティリウス・レグルスという人です。もちろんカルタゴだってスパイかなんか入れていたんでしょう。ローマの動き完全に察知しておりまして、待ち構えておりました。その待ち構えていた場所はエクノモス岬というところの沖合だったわけだね。ここで両軍が激突することになります。この人がレグルス。真ん中の人よ。この人がレグルスで、周り家族なんですね。これ、タイトルもカルタゴへ帰るレグルスってしたんだけれども、実はこの後、一悶着あるわけですよ。なんでこんな状態になったのか、それは次回の動画のお楽しみということにしておきましょう。はい、というわけで、現場へ急行するわけなんですが、ほんとシチリア島って地中海のど真ん中にあるよね。はい、この三角形の島がシチリア島で、今ここをローマとカルタゴが争っているわけなんですが、ローマから艦隊がイタリア半島沿いにぐるっと回って今シチリアのシラクサの前まで来たわけなんだけれども、まだなんだかんだ言ってローマの兵隊さん、海での戦い慣れてないわけですよ。遠洋航海、例えばこの辺り来るともう陸なんか全然見えないわけだけれども、こんなとこ来ると多分兵隊さんたちみんな不安になっちゃう。なので陸がすぐ見えるこの辺りをずーっと通って、ここまで来たわけですね。こっち行けば、カルタゴへは多分ショートカットで近いんじゃないかな。なんだけれども、シラクサの先っぽ、西の端ですね。この辺りはまだカルタゴの勢力圏なわけだね。だから、こっち側のルートを通ろうとしたら多分邪魔されちゃう、やられちゃうわけですね。なのでちょっと遠回りになるけれども、同盟国のシラクサの前通って、アクラガス、今ここにアクラガスって見えるかな。ここまでは一応ローマの勢力圏にもなっているので、ここまで安全に行って、ここからドンとカルタゴ本国を攻めよう、なんていうふうに考えていたわけだね。もちろんカルタゴ側もそれは察知しています。だからさあ始めようか。これは強敵だな、なんて感じでね。なんと結論から言うと、今回もローマが勝ってしまったんですね。コルース無敵だね。はい、というわけで
勝利したローマ軍、一旦アクラガスの町に立ち寄って休憩してから一気に北アフリカを目指します。アスピスっていうところの近くに上陸するわけなんだけれども、そこから敵を蹴散らし、略奪を繰り返し、それにいた人々をみんな奴隷にしながらカルタゴを目指すことになります。カルタゴはだって、防御戦張っているわけなんだけれども、本格的な戦いはアディスの戦いですね。でもこれもローマ側が勝ってしまいました。もうカルタゴ目前までローマ軍迫ります。はい、というわけで、カルタゴ近辺が現場になるので、アングル変えてみましょう。こんな感じで、奥の方に、これシチリア島ですね。これシチリア島です。で、カルタゴがあって、アクラガスの町から艦隊が迫ってくる。アスピスの近くに上陸します。これ、レグルスの艦隊が略奪して回って、と言ったんだけれども、結局アディスの戦いでカルタゴ軍やられてしまいました。そしてレグルスの軍隊はカルタゴ目前まで迫ってきます。はい。というわけでカルタゴ大手かかっちゃったわけなんですが、これを見た周辺の民族ですね、北アフリカの原住民たち、特にヌミディア人たちとかが次々と反乱を起こします。カルタゴに対して反乱ということだよ。でも大変なわけですよ。ローマの軍隊が目前まで迫っているし、原住民たちみんな反乱を起こしちゃうしと。困ったな、絶対絶命だというところで、レグルスはこれをチャンスだと思ったわけですね。一気にカルタゴを降参させちゃおうというわけで、和平交渉を持ちかけます。どうなんだ、もう無理なんだろ、謝っちゃえよというわけだな。だけどね、その和平交渉の条件があんまり無茶だったんで、こんな条件だったら徹底して戦うよとカルタゴは和平を拒否してしまいます。では、どんな条件だったんでしょうか。はい、和平の条件です。大きく4つあるんだけれども、まずシチリア島とサルデーニャ島を渡せ、これでかいよね、これだけでもね。カルタゴ海軍全艦引き渡せ、カルタゴ丸裸になっちゃうじゃんかな。ローマの許可なく戦争や和睦を禁止する。これ、今で言ったら、いわゆる反植民地化ってやつですよ。保護国化に近いんじゃないですか。やばいな。賠償金はあるとしてね。で、こんな条件飲むくらいだったらば、大枚はたいて原住民調略し、ヌミディア騎兵なんてすごい優秀だからね、この辺り雇って徹底的に戦った方がいいですよ。いうわけで、この和平交渉は失敗に終わります。レグルス、ちょっと勇み足だったな。ちょっとどころかかなりだけどね。はい、というわけでカルタゴ、大金はたいて、スパルタ人の傭兵隊長、クサンティッポスを雇います。スパルタ人ですよ。リュクルゴスのせいですよ。忘れちゃった人はまたスパルタのところ、古代ギリシアのところですね、もう一回見ておさらいしてみてください。そのスパルタ教育をしっかり受けたクサンティッポスが招かれます。カルタゴは陸軍は本当に弱々なので、この兵隊たちを一から鍛え直すわけですね。いわゆるリュクルゴスのせいで。そして精鋭部隊たちを作り上げていきます。この人、この右側のこの人がクサンティッポスですね。カルタゴ兵を鍛え直すクサンティッポスっていうわけなんだけど、こんな感じで、なかなか士気が上がってる感じするね。うおーみたいな感じでみんな雄たけび上げてるけどな。いい絵だな、これ。で、出典なんですが、またピンタレストです。でね、じゃあ誰が書いたんだろうっていうのをまた探したわけなんですが、これ、実は Amazon でこういう本が売っておりました。カルティージアン・ウォリアー。だから、ポエニ戦争の時のカルタゴの兵隊たちのイラスト集みたいな、そんな本があったのね。なので、これを出典として使っています。ここのとこ切り抜いたっていうことですね。ありがとうございます。使わせていただきました。というわけで、以上、出典でした。はい。1年経ってしまいました。その間、レグルスは何もせず、ただ傍観していただけです。おそらくは勝ちを確信していたんでしょう。本来だったらば、反乱を起こしているヌミディア人とかとね、同盟結べばよかったのに。この1年の間に、もちろんクサンティッポスはカルタゴ陸軍がっちり鍛え上げている。それだけじゃありません。ヌミディア人の中にも、お互い相対する、同じヌミディア人なんだけども、反抗する勢力ってのがあって、そういうのにお金渡して、4000からのヌミディア騎兵、そして100頭の戦像を用意しているわけですね。だから、騎兵部隊、機動力のある騎兵部隊で言ったら圧倒的にカルタゴの方が有利だったんだよ。ローマ側は500しかなかったから、騎兵部隊。で、クサンティッポスは、今までこのヌミディア騎兵を腐らせていた戦い方を全部変えたわけですね。騎兵中心に戦おうと
いわゆる平たい平原地帯で戦おうと。で、始まるのがチュニスの戦い。クサンティッポスの狙いは大当たりして、カルタゴ軍が圧勝してしまいました。なんとレグルス以下500名が捕虜になってしまう。そんな、完敗っていうんですかね。ローマ軍は方法の体で生き残った奴らは逃げていくことになります。はい、こんな感じですね。貴様では私には勝てん。というわけで、2000ぐらいの兵隊がなんとかアスピスの港まで逃げたようだね。はい、というわけで逃げてきた2000と、それからアスピスに残っていた兵隊、これを救助しなければいけないということで、ローマ海軍350隻がアスピスへ向かうことになります。カルタゴ海軍はこれを200隻で迎え撃つわけなんだけれども、結局壊滅させられちゃうのね。カルタゴ海軍がっていうことだよ。ヘルマエム沖の海戦っていうんだけれども、ローマ海軍が勝ちました。そして無事アスピスまで着いて、残存兵力を回収し帰っていくんだけど、こっからついてなかったんだよ。途中で嵐にあってしまい、なんと270隻の軍艦が全部沈んじゃうんですね。乗っていた10万の兵隊も海の木図と消えてしまいました。はい、向こうの方から救援部隊がやってきました。了解。任務を遂行する。負けられないんだ。だが返り討ちに遭う。バイバイ。任務完了。ここまでは良かったが、ちょっと音が大きいか。そんなってな感じで全部沈んじゃったんですね。はい、というわけでカルタゴ本国強襲は失敗に終わりました。この後また部隊はシチリア島へと戻っていくわけなんだけれども、今回どうだったでしょうか。顔出しなんていう恐ろしいことを、大それたことをやってしまいまして、恥ずかしい。それもそれとして、今回の内容いかがでしたでしょうか。もし気に入ってくださった方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。作ってる本人、本当に喜びます。それはそれとして、次回、ついに、第一次ポヘリ戦争、決着つくか？乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。